この動画はストーリーの途中です。最初から見たい場合は概要欄またはチャンネルページの再生リストからご視聴ください。なお、外国語に対応した字幕をつけておりますが、自動翻訳ですので、精度が低いことをご理解ください。それでは、本編をお楽しみください。にしても、さっきのはうちのばあ様が迷惑をかけちまって、本当に申し訳なかったな。あんな接し方をしたって、若旦那も、ほのか嬢ちゃんにも困る、ほのか嬢ちゃんも困るだけだってのに、年寄りはどうにも頭が固くていけねえや。帰りの車中。親父さんはハンドルを握りながら、でも悪気はねえんで許してやってくだせえな、と苦笑しながら俺たちに告げた。いえ、気にしてませんから大丈夫です。それにおばあちゃんの気持ちもわかりますから。若旦那にそう言っていただけると助かりますよ。そら、あっしらも物心ついた時から、お山様、いつきの親方様の、お話を物語に聞かされて育ってきましたからね。ばあ様たちの気持ちもわからんでもないんですが、もうそういうのも何かと角の立つ世知辛いご時世ですから。はあ、なんかそういうのがあるわけ。親父さんの言葉に少しだけ表情を曇らすこのか。多分、幼少の頃を思い出しているんだろう。とか、これがこのかか。このかだから、母親がハチか。なるほどね。あ、じゃあ、それか。イオさんが葉っぱだから、だからか。昔から従えるってそういうことなんかな。葉っぱってことやから。根から茎になり、幹になりっていう、その花を咲かせる順番があるやん。多分、幼少の頃を思い出しているんだろう。意味もわからず、大人たちからかしこまれ、それを理解できない子供たちからは、腫れ物のように扱われてきたあの頃のこと。どういうこと？バカだった俺は、それらをすべて跳ねのけて相手を傷つけてしまったけど、優しいほのかはそれをすべて受け止め、自分だけは傷ついたのだ。生贄でもされたん？へえ。五木の家というところは、その昔、この地方の教科書なんかには必ず名前が挙がるような、それは由緒正しき家だったらしい。しかも、その名にして、こうだけの義務と功績を上鶴に残したらしく、今もお年寄りの多くは、月野という名前に対し、信仰にも似た畏怖の念を抱いている。実際、今の系譜をずっと、遡ると、五木の漢字が入ってこん。何がしか、高名な高家だか、神道の本流だかにまでたどり着くらしい。つまり、俺のことを親方様と呼び、このかを花姫様と呼ぶのもその名残というわけだ。また、現代であっても分家、いわゆる、五木野の親戚筋からは、市議、県議、国会議員と名だたる名士が名を馳せていることもあって、上鶴の人々の反応は絶対的でもあった。さっきの山越のおばあちゃんの俺たち兄弟に対する反応なんて、まさに上鶴のお年寄りの典型的な態度だ。だけど、そんな大人の事情なんて子供たちには当然わかるはずもなく。ただ、大人たちから、月野様に、粗相のないようになんて理由もわからないまま耳にタコができるくらい繰り返し聞かされて育てば、おのずと俺たちに対する反応なんて決まってくる。確かに。つまり怖がって近づかないか、もしくは異分子とみなして排除に乗り出すか。幼少期の周囲の子供たちの反応は、おおむねその2つだった。
戦前の頃、ばあさまたちがガキの、時分や、それこそ、いつきの様なんて、天神様、生き神様か、って話だったんでしょうな。何せ、今でこそ、ちっとは見れるようになってきたとはいえ、まともな交通路もなければ、周りを山に閉ざされた当時の上鶴なんて、田舎を通り過ぎて秘境だなんて話ですしね。食うものもなけりゃ、迅速だって、土地だってまともにありゃしない。もし、そんな上鶴に、五木の様のご援助がなかったら、今も地図には載っていなかったかもしれませんから。確かにそれは事実だったのだろう。でもそれは遠い昔のご先祖様の偉業であって、決して今の五木の家の功績なんかではない。そもそも、後家がどういったものかだったことすら、ろくすっぽ理解できていないような自分には分不相応な話だろう。ご先祖の七光でふんぞり返れるほど、俺たちは、夏顔でいいのかな？わからん。でも、鈍感でもない。そして山越さんが言うように、すでに今は恩義だとか立派な、出自だとか、そういったものが幅を利かすような、そういう世の中ではないのだ。だけど、俺は別段、ご先祖様が頑張ってきてくれた功績を貶めたいわけでもなく、ましてや上鶴の人々の態度を無理やりにでも改めてほしいわけでもない。だからこそ、俺たちは周囲との反応のギャップに戸惑うこともあるし、何よりご先祖様と上鶴の人たち両方に申し訳ない気持ちになるのだが。ですが、まあ。なるほどね。運転中の親父さんの腕がぬっと伸びたかと思うと、突然俺の頭をくしゃくしゃと撫でる。親父さん、前。ばあさま、あっしはあっし。なおちゃんや、ほのかちゃんだ。いつきの様とは別物でさ。それにもし誰かがお二人のご先祖様と比べたって、決してお二人は引けを取っちゃいやせんよ。それは五木の様は上鶴の大恩人だったかもしれやせんが、なんせお二人は上鶴を代表する我が裾野寺商店街が誇るアイドルですからね。同格ですよ、同格。ねえ。そう言って親父さんは、はっはっはとほがらかに笑った後、慣れた感じでハンドルを握り直した。ありがとうございます。その言葉に救われた気持ちになる。きっとこういう人たちがいてくれるから、俺たち兄弟はなんとかやっていけるのだ。今はもう名前ばかりの家であっても、俺たち自身に先祖の、遺列が継がれなくても、上鶴に住む人々との絆はまだ解かれてはいないのだから。でも、私とナオくんをアイドルにしてくれるなら、イオさんはお役御免になっちゃいますね。また、そいつはお待ちになってください。訂正です。なおちゃんとこのかちゃんとイオさんとお三方が全員揃って我が裾野寺商店街のアイドルですから、これからもどうぞ末永くごひいきに。こちらこそよろしくお願いしますね、山越さん。ちゃんとイオさんにも伝えますから、またいっぱいサービスしてくださいね。なはは、本当このかちゃんにはかなわんな。よっしゃ、わかりました。喜んでお勉強させてもらいますさ。なーに、このかちゃんとイオさんに頼まれちゃ嫌はないですからね。あんまり無理しないでいいですからね。上鶴の皆さんのご好意はありがたいけど、さすがに毎回お出迎えだと申し訳なさすぎる。
なはは、いやいや、遠慮は無用ってもんですよ。なおちゃんたちは、なんてか、俺たち商店街全員の息子、娘みたいなもんですから。おっと、こんなむさいおっさんが親じゃ迷惑かもしれませんけどね。いや、そんなことないですよ。嬉しいです。さっきまでお名前を忘れていたくせに虫がいいですけど。なはは、いいですって。なーに、これを機にお見知りおきくだされば、それで十分ですよ。それにしても、このあっしが、ナオミのやつと同じように扱ってもらえるなんて、お世辞にしたってこんな嬉しいことはないな。そう言って昔を懐かしむように目を細める親父さん。その言葉には、近頃随分と聞き覚えがなかった人の名前が、だけど何より耳に残る人の名が語られていた。そういえば山越さんって、私たちのお父さんやお母さんのこと、ご存知なんですか？ほのかも俺と同じことを思ったのだろう。おずおずと、だけどしっかりとした意志が込められた声で尋ねた。ええ、知ってますよ。そりゃあもう、それこそお互いが鼻垂れ小僧の時からの仲ですからね。そうなんですか？初めて耳にする事実に、俺とこのかが同時に驚く。というか、実の両親のことを人づてに聞くのも、息子としてどうなのかと思うけど、こればっかりは仕方ない。親父は今から10年前、俺がまだ真新しいランドセルを背負っていた頃には亡くなってしまったし、母さんに至っては物心つく前に死に別れてしまって、思い出どころか記憶すら皆無だから。しかもこれまた、いつきの、仕切りだかなんだか知らないが、親戚筋はこぞって両親に関して口をつぐんだ。その貫目ぶりは徹底していた。親族会議なんてのは、親父が死んだ後は、俺たち兄弟を抜きにして行われていたようだし、代行として出席してくれていたらしい、伊代さんでさえ、規則ですので、と普段努めて平静な表情に申し訳なさそうな色を浮かべて、両親の話を明かせない事情を謝罪してきた。大人たちの都合というのもわかる。全く実感はないとも、格式と伝統と真偽にのっとってよって立つ、五木の家の立場を考えれば、古めかしいしきたりやらに、準じなければ、いろいろと面倒な事態が起きてしまうこともあるのだろう。だけど、まさか記録はおろか、写真一枚に至るまで、すべて綺麗に消去しているのは、さすがに憤慨したものだ。始皇帝じゃあるまいし、このご時世に焚書とは本当に徹底している。そんな経緯もあって、俺とこのかにとっては、本来子供にとって最も身近にいるべき両親という存在が、その実最も遠いところにある存在だったんだ。あっしだけじゃない。同じ年代くらいの裾野寺商店街の連中は皆、あいつらの幼馴染みたいなもんでさ。そういえば、おばあちゃんが、直成様とか七中様とかって言ってたのは、直成様と七中様は、直美の親父さん。なおちゃんたちの、祖父母にあたる人でさ。クソガキだったあっしまで実の子同然に可愛がってくださる。そりゃもう大層お優しくご立派なお二方でしたよ。ああ、そう言われれば確かに、ばあ様の言う通り、なおちゃんたちに面影があるな。ちょっと聞きにくいことなんですけど、いいですか？どうしたほのかちゃん。お父さんとお母さんって、どういう人だったんですか？ほのか。おじいちゃんやおばあちゃんに似てるって言われるのは、すごく嬉しいんですけど、お父さんやお母さんとは、あんまり似てないのかなっ
って思ったら、少し寂しくなっちゃって。それはひどくこのからしい言葉だった。ほのかは小さな頃から絆というものに敏感だった。それはことあるごとに病院に隔絶された幼少の頃の暮らしもそうだったのだろうし、何より血を分けた家族がこの広い世界で俺しかいないことも大きいのだろう。だからきっとほのかは手繰るようにこうして両親との絆の切れ端を必死で求めるのだ。それがもう決して現世では繋がっていない絆であっても、それでも家族との絆を離さないようにと一生懸命に努めている。それが俺の妹、いつきのこのかのあり方なのだ。いやいや、もちろん、やっか。なるほどね。ナオミもやっかのやつも間違いなくこのかちゃんの親ですよ。そりゃ、あっしの命にかけて保証します。ただ、なんていうか、言いにくいんですが。そうだ。ナオミのやつは覚えてやせんかね。ほら、いっつも、なで方猫背で、小難しい本ばっか読んでいるような。ごめんなさい。覚えてないです。それも仕方ない。当時のこのかは病院住まいみたいなものだったから、記憶に残るような父親との思い出がなかったのだ。なので、このかに代わって俺が答えた。俺、覚えてますよ。と言っても俺の記憶だといつも縁側で本を読んだり、将棋を指したり。それこそほっとくと一日中茶をすすって猫を膝に乗せながら日向ぼっこしたり。なんかそんなおっとりしたイメージばっかなんですけど。そうです。そういう意味じゃ性格はこのかちゃんに似てたのかな。ただもう男としては完璧にどうかと思いましたけどね。苦笑しながらも続ける親父さん。男のくせに料理が好きだったり、花を生けるのが好きだったり、詩だの書だのに興味を持ってばかりで。もうこれっぽっちも外に繰り出すっていう考えのないやつでしたからね。お父さん、そんな感じだったんだ。しかも、細面でひょろっとした色白で、柳腰っていうんですか、ばあ様の時代でいう、深層の、書生ってイメージでしたよ。いや、令状ならともかく、書生が、深層に佇むかって言われりゃ、それ、正直どうなんだって思いますがね。まあ、それはともかく、終始そんな様子なもんだから、まあ、町の娘たちからは、キャーキャー言われましてね。それがまた、羨ましいやら、ねとましいやらで。それに恐ろしく小煩悩というかなんというか。妙に子供やら動物やらに好かれるやつでしてね。いっつも、あははなんて気の抜けた笑いを浮かべながら、体中に子供と動物を引っ提げてニコニコしてましたよ。ああ、そういえば、そんな感じだったな、父さん。確か外でチャンバラをやろうと誘っても、痛いのは嫌です。それより読書にしませんか、直哉さん。とか言って、いつの間にか膝に乗せられていたような記憶がありますよ。なはは。まさにそんなやつでしたよ。直美のやつは。いやー、懐かしい。いいなぁ、直くん。私もお父さんにお膝抱っこしてもらって、このかさんって呼ばれたかったな。でも確かに親父さんの言う通り、俺は親父とあんまり似てませんね。というか全然似てない。むしろのほほんや、親やんぶりがほのかにそっくりというか。じゃあ山越さん、お母さんはどんな感じの人でしたか？おっと、失礼。なおくんもあまり覚えてないんだよね。なるほど。ああ、残念だけどさっぱりだ。正直、容姿や声はおろか、輪郭だって覚えていない。
というか母さんについては何も知らないし、知らされてもいない。が、なぜだか遠くを見つめてため息吐いてる親父さん。山越さん？気を悪くしないで聞いてくださいね。それってどういう。いや、薬価は、もう昔に習って、奴は、と言い直させてもらいますが、奴は、そりゃあ、もう手のつけられないガキ大将みたいなやつでしたよ。いや、みたいというか、まんまというか、よりすごいというか。言って、親父さんは、たははと、食卓に苦虫を振る舞われたような、苦笑を浮かべた。母さん、あなたは一体何をしでかしたんですか？傍若無人で、ゆいが独尊って言うんですかね。頭は切れるわ、拳のさえはキレキレだわ、すぐにぶち切れるわで、もう女をやらせておくのがそもそも間違いというか、上鶴の神さんが犯した唯一の間違いというか、そこまで行くか。しかもその悪名ってのは上鶴にとどまらず、近隣町まで轟いてましてね。周囲のゴロつきからも、咲くのが早すぎた食人花とか、山頂一の猛女だとか、上鶴のヤーさんだとか、歴代最強の親方だとか言われて恐れられてましたから、そんなに？親方様って、お母さんは花の名を継いだんですよね。花姫様の方じゃないんですか？ですから、直美のやつがお姫様呼ばわりされてましたよ。まあ本人は気にする風もなく、あははは、なんてのんきに笑ってましたけどね。父さん、あなたもか。いやー、まあ要するにやつは歴代の花姫様と比べられないほど突飛というか、破天荒だったというか。正直にどこをどうすりゃ、なんだっけ忘れた。に様や、ななか様からあんなのが生まれたんだ。というかなんというか。やつに関して言えば、さしものばあ様たちも、うまい世辞が浮かばなかったようですしね。マジで、神格化しとる人たちでも、お世辞が浮かばんの。ですから、あえて、ほのかちゃんがおばあ様に似ていると褒めたんでしょうな。なんて笑う親父さん。母の知らない一面というには、あまりにも壮絶な話にどう反応したものか困ってしまう。なんというか、息子としては、何も言うまい。仏さんにこれ以上鞭打つこともなかろうし。というか、もし、母さんが、山越さんの言うような人物だったら、まかり間違ってたたられんとも限らないし。ですけどね。と、山越の親父さんは、ふと懐かしさに目を細めながら、どこか嬉しそうに母さんとの思い出を続けていく。やっかのちはそんなことが全部、些細に思えちまうほどとんでもなくえれえ美人でしたね。これがまた。お恥ずかしい話、あっしも含めて上鶴に住む男どもは皆やられてましたよ。あいつの目の覚めるようなはつらつとした顔と、誰も彼も決して叶わないような男連中。顔真っけの、きっぷりの良さにね。なるほど。それを聞いて、俺とこのかは声もなく微笑み合う。顔も声も覚えていない母さんだったけど、母さんもまた上鶴に愛されていたのだと知って胸が温かくなる。願わくば俺たち兄弟もまた母さんたちのように皆に受け入れられてもらえますようにと。遥か眼下に広がる上鶴の街を見ながら目を細めた。よっと、これで全部ですね。親父さんが軽トラから下ろしてくれた荷を受け取る。いただいた豪華な食材の山と醤油、みりんか。お酒といった瓶物。両手では抱えきれない米に花々。
そんでもって最後に我が家の足である5.5を下ろし、2の受け渡しは家と軽トラの間を何度か行ったり来たりしてようやく終わりが見えた。本当に色々とありがとうございました、山越さん。確かにこれは自転車なんかじゃとても運びきれなかったですよ。なはは。いやいや、お安いご用で、懐かしい話もできましたし、こっちも楽しかったですよ。俺たちも父さんたちの話が聞けてすごく嬉しかったですし、まあ、ちょっと想像してたのとは違ってましたけど。なはは。親の真相を知るのもこの成長には欠かせないってやつですよ。今度時間がありましたらゆっくりとお話しやしょう。なんなら次は、なおちゃんのご想像にかなうようなとっておきのお涙ちょうだい話でも披露しやすから、こいつを片手にね。言いつつ、左手をクイッとしゃくるおじさん。よし、それじゃあ、足はこの辺でおいとまさせていただきやす。あんまり遅いと、またばあ様がお冠するんで。そう言って親父さんはほがらかに笑いながら軽トラに乗り込んだ。そんじゃあ若旦那、これにて失礼いたしやす。いえ、こちらこそ本当にどうもありがとうございました。皆さんにもよろしくお伝えください。そう伝えると、親父さんは窓の外から手を振りながら山の長い長い坂道を下っていった。ただいま。玄関で靴を脱いでいると、ふと靴箱の上の郵便物が目に入る。ガスと電気の引き落とし伝票に、新都心の新築マンションの分譲広告と、こんなところに、広告を入れに来るやつおるんや。そんなうぞうむぞうの郵便物に紛れて、ひときわ目を引く手紙があった。この高級、和画戦士、で書かれた美しい絵手紙は、どうやら季節の挨拶状のようだ。差出人は、ひなもりさや。さや姉さんからだ。そうか。もうそんな時期か。流麗な柳のように、女性的で美しい行書で書かれた宛名。書のことはからっきし門外漢の俺にも一目で達筆とわかる、雅さ。その上、読みにくさなどかけらもなく、まるで子供の手を引く母親のような優しさに溢れた文字。その文字は、さやさんの、人となりを的確に表しているようで、俺の脳裏にはその昔、初めてさやさんと開口した時の記憶が浮かび上がり、そうだったのだが、どうした？突然聞こえてきた、このかのすっとんきょうな声によって見事にかき消されてしまった。どうした？このか、変な声を上げて、G でも出たか？おかえりなさい、なおくん。そうじゃないんだけど、あれ？山越さんは？ああ、もう帰ったよ。このかの代わりに礼は言っといたから、山越さんもこのかによろしくだって。あらら残念。今から冷たいお茶とお菓子持っていこうと思ったのに。まあ、山越さんも用事があるみたいだったから、お礼ならまた次の機会にでも改めてすればいいさ。それにその麦茶と水羊羹の行き場がなくて困ってるんだったら、喜んで俺が受け入れ先になるけど。もう、なおくんってば。そう言いながらも、じゃあせっかくだし二人で食べちゃおっか。なんてペロッと舌を出していたずらっぽく微笑むこのか。俺も俺だが、このかも実にこのからしい。良きかな似た者兄弟。そういや、さっきの声は何だったんだ？実は。とことこと台所まで歩き、おもむろに冷蔵庫を開けるこのか。今朝方は、
ほとんど空っぽだった冷蔵庫には今や見事なまでの食料が埋め尽くされていった。それこそもうない食材の方こそないってくらいに。そう思っちゃうよね。違うのか？だって生きたまんまの天然うなぎに旬のマダコに、それとは逆さにさっきまで生きていたピチピチのかやぶき地鶏だぞ。他にもたくさん豪華で新鮮な食材を山ともらったろ。何が困るんだ？豚バラ肉さんがないの。オーマイガー。あ、そこでようやく思い出すのは、今宵食卓に上るはずだった冷しゃぶのこと。うわぁ、正直言って豚バラ肉のことなんて今までさっぱり頭の中から消え失せてた。どうやら目の前の豪華な品々を前にすっかり、趣旨が変わり果てて、趣旨変わりしてしまっていたようだ。日本語難しい。豚バラ肉がないなら高級地鶏を食べればいいじゃないである。こんな贅沢ばかりしてたんじゃ、もう質素な生活には戻れなくなってしまいそうで怖くなる。さばくのはできるんかな？だけど、まあ、今日のところは贅沢しても罰は当たらないだろう、などとも思ってしまったり。せっかくの期末テスト終わりしかり、せっかくの商店街の皆さんからのご好意しかりだ。なので、そっと両の手を合わせて黙祷。ああ、さよなら冷しゃぶ、また会う日まで。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。仲良く揃って合唱。俺はだらしなく大の字に寝転び、一方、ほのかはしっかり者らしくテキパキと洗い物を重ねて台所へ行ってしまった。余韻を楽しむべく胃のあたりの充足を感じながら、厚めの緑茶をちびちび。ああ、至福の時とはまさにこのことか。そして食後の夜はゆったりと過ぎていく。ほのかのハミングを BGM に、俺はそっけなくつけたテレビのチャンネルを適当に変えていく。政治家の問題発言だとか、芸能人の熱愛発覚だとかは個人的に触手が動かないので、とりあえずスポーツニュースか天気予報を探し求めリモコンを押す。うわ、明日は今日以上に厳しい猛暑か。テレビの向こうでは涼しげな表情をしたお姉さんがニコニコと心なしか自慢げに最高気温を発表していた。確かにその数字を見れば誰かに自慢したくなる気持ちもわからないでもない。もうこうなったらいっそのことそのまま観測史上最高気温ってやつを拝んでみたい気持ちだった。なおくん、明日のお天気どう？晴れそうかな？台所からコロカの声だけが届く。その声に俺は、ドピー感だな。それどころか今日よりさらに暑くな。され、死亡者が多数出た模様。あ、例のやつか。そう答えようとして、突如流れてきたテレビの音声に言葉を失った。は上鶴市東区新都心にて昨夜未明、男女複数人と思われる他殺体が発見されました。なんだって？今なんて言った？他殺体？男女複数？この上鶴の。しかもここからそう遠くない新都心で？遺体はどれも損傷が激しく、その被害者の数も特定はできておらず、未だ身元の確認には至っていないとのことです。なお、
実験現場からほど近い新都心公園で異形化した人物が目撃されたとの情報も入っており、同県警察本部はこの事件がビクティム、いわゆるウェンティゴ病罹患者による緊急性事件とみて、近く捜査本部に代わり新たに特別高等治安維持局が事件を指揮することを発表しました。しかもなんだ、ビクティム、ウェンディゴ罹患者による事件だって。ナオくん？何？どうしたの？はっ！ナオくん、お茶が体にかかってるよ。やけどしちゃう。慌てて駆けつけ、茶に濡れた俺の体を拭き取ろうとするこのか。果たして、とっさに変えたチャンネルには、気がつかなかっただろうか。どうしたの、ナオくん。なんか怖い顔してるよ。ああ、いや、なんでもない。大丈夫だ。茶ももうぬるかったし、やけどの心配もないよ。それより悪かった。ついうっかりして湯飲みを割っちまって。どうやらその気遣いは気憂に終わったようだ。背後では先ほどのニュースとは打って変わって、お笑い芸人のひどく平和な笑い声が聞こえてくる。そんなのいいよ。湯飲みなんてまた新しく買い直せばいいんだから。それよりほら、早くお洋服脱いで。もしかしたらやけどしちゃってるかもしれないんだから。言いながら俺の服をぐいぐいと脱がしにかかるこのか。その表情は本当に俺の体をただ心配しているようで、テレビの内容など聞こえていないみたいだ。わかったわかった。今脱ぐから。そんなに心配しなくても。心配するよ。突然、このかに言葉を遮られた。だって、私、ナオくんの妹だもん。兄さんの心配をしない妹なんて、この世にいないんだから。ズキリと、一瞬だけ走ったその小さな痛みは、湯飲みのかけらで切った指先の傷のせいか。それとも、あるいは。バカだな。お茶をこぼしたくらいでそんなに過保護にされてちゃ、いざほのかがいなくなった時に一人で生きていけなくなっちゃうだろう。動揺を悟られないためか、それとも照れ隠しか。もしくは先ほどのニュースの内容がまだ尾を引いているのか、自分でもわからなくなった。ただ、ほのかにこれ以上の心配をかけさせたくなくて、不格好な兄貴面を続けようとした。だけど、大丈夫。いなくならないよ。え？いなくなんてならないよ、ナオくん。ナオくんが今までずっと私のそばにいてくれたように、私もナオくんのそばをずっと離れないから。約束するよ。きっと、必ず。どんな形であっても、必ずナオくんのそばにいるから。だから、ね。ほのかのその穏やかな言葉は、そんな俺の気持ちを全部ひとまとめにして優しく包み込んでくれる。まあいった。これじゃあ妹を助ける兄貴じゃなくて、俺の方こそ姉に助けられている弟みたいだ。さて、それじゃあ、脱ごっか。え？はいはい、脱いで。脱がないと無理やり脱がしちゃいますよ。待った。ちょっと待って、このが。だから、やけどとかそういうのは平気だから、嘘じゃないって。うん、わかってる。ナオくんが気を使ってるわけでも、やけどをしてるわけでもないのも、全部わかってる。じゃあ。でもね、早くつけ置きにしないと、シミになっちゃうの。わかったなら、観念して脱がされてください。ね。にっこり上目遣い。それをやられると、俺は白旗をあげるしかないわけで。
さっきの笑顔とはまた全然タイプの違った微笑みではあったものの、俺は結局、こうすることもできずに実の妹に向かれ。お風呂はもうできてるからね。ごゆっくり。ニコニコ顔の妹に見送られながら、ほうほうの体で、風呂場に向かうのであった。カラスの行水、と言われない程度に早々と風呂を後にする。風呂でっか。洗面台の前で体を拭いていると、ほんの一瞬、後ろの壁にかけた小さな鏡が合わせ鏡になって自分の背中を映した、そんな気がした。今はもう体を無理にでもひねらなければ背中の様子など映し出せない。だというのに。いた。随分と昔に完治したはずの古傷が鮮明に痛む。肩から腰に向かって、ハス海に走る3本の傷。自分からは見えず、触れれず、もう何も感じないはずのその背中が、なぜか今夜に限ってひどくうずく。いや、今夜じゃない。正確にはさっきの、しっかりしろ、五木の直哉。お前はこのかにまたあんな顔をさせるつもりか？バシンと両頬を叩き、鏡の中の自分を睨みつける。そこに映るのは、ちぐはぐ色の瞳に、しかし、絶対の覚悟を込めて、鋭く、収縮する量の、何だっけ？瞳孔か。誰でもいい。誰が相手でも射殺せんと、眠めつけるその視線には、他でもない自分の顔が映し出されていた。体を無造作に拭いて着替えを終える。じんじんと熱を持った頬とは逆に、心の好みは急速に冷えていった。これなら、このかに悟られることもないだろう。そうして、脱衣所を後にする頃には、すでに背中の痛みはなくなっていた。時計を見る。時刻は10時に差し掛かっていた。いささか健康的すぎるが、五木の家ではそろそろ就寝の時間。さて、そろそろ寝るとするか。軽く居間を片付けて自室に向かおうとする。と。なんか。髪下ろすとめっちゃ可愛いな。パジャマが大変なことになってる。部屋に戻る途中でばったりとこのかにあった。ちょうど風呂から上がったばかりなのだろう。まだ乾ききっていない髪が夜風に揺れるたびに、花のような方向がふわりとあたりに満ちる。なんていうか。兄の、欲目を抜きにしても、こういう時ばかりはこのかの女の子らしさを強く実感してしまう瞬間だった。お風呂上がったよ。なおくんはもう寝るとこだった？ああ、父さんたちに挨拶は済ませたから、あとは適当に電気を確認して回って部屋に戻るところだった。ほのかはまだ寝ないのか？そのね。待って。ほのかのやつ、妙にもじもじしたり視線を動かしているが、一体どうしたというのだろうか。一緒に寝たいのかい？どうした？何かあったか？何かっていうか、もじもじ、チラチラ、もじもじ、チラチラ。ごめん。
長年連れ添った兄弟の仲だけど、全くもって何が言いたいのかわからない。例えるなら、娘の気持ちを汲み取れないシングルファザーの苦悩とでも言うべきか。こういう時、いくら家族同士とはいえ、男の身の上の限界を痛感してしまう。ごめん、ナオくん。やっぱりなんでもないや。おやすみなさい。いい夢見てね。逡巡している俺をよそに、ほのかは慌てた風にパタパタとサンダルを鳴らしていってしまった。もしかしてトイレ我慢してたのかな？そんなわけないやん。おもろいな。思えばやたらともじもじしてた気がする。もしそうならさっさとアドバイスをしてやればよかったなと少し後悔する。それにしてもこの子のやつ、まだ一人でトイレに行くのが苦手なのか？母、大きくなったと思ったけど、まだまだ子供だなぁ、なんて、しみじみ思ってしまう。おやすみ、このか。もし一人で怖かったらいつでも呼ぶんだぞ。と、微笑ましくてつい笑みをこもしながらそれだけを伝える。そうして、樹の家の一日は今日も穏やかに更けていくのだった。なるほどね。いやはや。いやー、なんか、多分ね、このね、なんてもない日常がきっと崩れていくんだろうな。いやー、理想を信じて拳を握る。今は固く握られた手でも、いつかお前の手を握れるように。これはやっぱあれやろな。この、だから、ゆっくりゆっくりシフトしていく感じがうまいよね。やっぱり。最後にこういう風に、これから行く展開を見せるというか、その、シナリオの作り方というか、うん。動き方でもすごいうまいよね。この作り方。はい。まだまだ全然ありそうですね。はい。ということで、次、行ってみましょう。ネクストエピソード。